ターのズンダモンなのだ。今日は西アフリカの島国サントメプリンシペのニュースを3本まとめてお届けするのだ。まず豆知識なのだ。サントメプリンシペは国名に島の名前がそのまま入っているのだ。そしてサントメ島はポルトガル語でヒジリトマスに由来していて、発見されて命名された日が聖トマスの祝日12月21日だったからそう呼ばれるようになったとされているのだ。今回の一押しは2つ目のニュースなのだ。与党 ADI の派閥主義と内部構想を伝えた記者への中傷や威嚇が問題になっているという内容なのだ。それじゃあ早速見ていくのだ。サントメプリンシペは赤道付近の西アフリカ沖に浮かぶ小さな島国で、首都はサントメなのだ。ポルトガル植民地を経て1975年に独立し、現在は大統領と首相がいる半大統領制の民主国なのだ。人口は約20万人で、カカオ栽培や漁業、観光が主要産業なのだ。ポルトガル語とクレオール文化が色濃く、伝統劇、チロリ、や音楽が有名なのだ。近年は沖合の油田探査や観光振興が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。議会の多数派がセルミラ・サクラメントを解任、解釈法を撤回へという記事なのだ。サントメプリンシペの国民議会で多数派議員たちが2月2日から5日間の本会議を開くことになったのだ。この会議では2026年国家予算や選挙管理委員会委員長の選出など国家運営に重要な法案を審議、採択する予定なのだ。多数派はサルミラ・サクラメント国民議会議長が予算審議の本会議を一方的に中止し、議会を意図的に麻痺させて大統領による議会解散を正当化しようとしていると非難しているのだ。このため多数派は本会議で議長の解任と憲法裁判所判事4人の任命を可能にした解釈法の撤回という2つの重要な案件を討議、採決しようとしているのだ。2つ目のニュースなのだ。政治 ADI 内の派閥主義、ジャーナリストの挫折と罪悪感という記事なのだ。サントメプリンシペの与党 ADI でパトリス・トロボアダ党首が自党政権への不信任動議を仕掛けたことで党内分裂と多数派崩壊が表面化したのだ。ビラ・ノバ大統領や若手幹部、パレスたち元幹事長アメリコラとの対立が深まり、議会では ADI 議員の離反や新たな多数派形成の動きが出ているのだ。こうした内部構想を報じた記者に対し、与党議員が殴られるぞと脅したり、偽アカウントで未成年虐待容疑をでっち上げるなど、記者への中傷と威嚇が行われているが、記者は事実を伝える姿勢を貫くと宣言しているのだ。3つ目のニュースなのだ。STT 航空便による製品輸出の禁輸が解除という記事なのだ。サントメプリンシペ政府は2017年から約10年続いた空路での輸出エンバーゴが解除されたと1月28日に国際航空運送協会から正式に知らされたのだ。これによりチョコレートやカカオ、バニラ、ピメント、ボルボレータなどの特産品が再び空輸でアフリカ近隣国や欧州、北米、さらに中国などアジア市場へ輸出できるようになるのだ。政府は安全手続きや人材の国際認証を進めてエンバーゴ解除を勝ち取り、今後は国際基準に合った貨物ターミナルを空港に建設して輸出体制を強化すると説明しているのだ。済んだもん。議会の混乱と党内対立は心配なのだ。記者の安全と報道の自由を守って輸出再開で経済が元気になりますようになのだ。混乱
んにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。